はい、どうも実行の時志亮太です。今日は久しぶりに包丁リメイクをやっていきたいと思います。で、今回リメイクする包丁はこちらになります。はい、釜薄刃の包丁ですね。でこちらサイズは7寸の釜薄刃になるんですけど、でこちらを切りつけ包丁っぽくリメイクしてほしいとのことだったので、今回はこちらを切りつけ包丁にリメイクしていこうかなと思います。で今こんな感じでマジックで線を描いていただいてるんですけど、ちょっと刃の方も R つけてほしいとのことだったので、ちょっとこのマジックとは違ったような形になるかなとは思います。でこの包丁でやる内容としては、まずこれ釜薄刃なのでこの刃線が結構まっすぐめになってます。なのでこの刃線をちょっと R をつけていって、切りつけ包丁のような R にしていきます。でその後にここの先っぽのこの釜の部分ですね、ここの部分を切りつけ型にカットしていこうかなと思います。でこちらの包丁は鏡面にしてあるんですけど、この鏡面は残してやってほしいとのことだったので、この鏡面は残したままリメイクしていこうと思います。でちなみに裏はこんな感じになっていまして、こんな感じで新品の時の、裏すきもちゃんと残っているような状態なので、裏はほとんど当てなくていいかなと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。はい、ということで今から研いでいきたいと思います。今の状態がこんな感じですね。でとりあえずまずはこっちの刃線をいじって R をつけていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで少し R をつけることができました。こんな感じですね。じゃあ次はこの頂点目指して切り付けに加工していきたいと思います。はい、ということで切り付けもできてこんな感じになります。はい、でこれをここに先回しつけていきたいと思います。はい、こんな感じですね。
はい、でこれでざっと輪郭の形を作れたので、今からこの切り刃を研いで、しっかりひねりつけながら形の調整していきたいと思います。はい、ちなみにこの薄刃の状態でこのしのぎがまっすぐであったので、こっちが今狭くなってるかなと思います。なので、こっちの狭い方をちょっと広げつつ、もうちょっとこのひねりをつけながら研いでいこうかなと思います。
はい、ということでこんな感じで形作り終わりました。これでこちらの荒取れする作業が終わりですね。はい、いかがでしょうか。いい感じにアールもつけれて表面も残したまま研げたんじゃないかなと思います。で裏は綺麗だったので、今回はちょっと裏は触らずにこのまんま裏押しだけ作っていこうかなと思います。じゃあ荒研ぎ終わったので、次は400番でこの切り刃の部分研いで、あとはこっちのこの切り付けにしたここの部分が粗いので、ここを磨いていきたいと思います。はい、それではこちらの横前でこの切り刃きれいに当てていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで切り刃当て終わりました。
これで荒研ぎであった、結構大まかなムラとか、段差とかを取ったって感じですね。はい、じゃあここからは格闘石で研いでいきたいと思います。まず裏押し作っていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで裏を押せたので、次はこっちの切り刃を1000番で仕上げていこうと思います。で今回研ぎ直しの仕上げなので10個の柔らかめの1000番で仕上げていきます。はい、それがこちらですね。研ぎ直しでかなり使ってるので、こんな感じで薄くなったやつをいっぱい重ねて、ちょっと台代わりにしてます。はい、でこの切り付けしたここの部分も一回砥石当てて消しゴムで磨きました。でこの先回しの部分はさっきの横前で仕上げてあります。じゃあこちらの10個の柔らかめで仕上げていきたいと思います。
はい、ということでこんな感じで切り刃当て終わりました。はい、じゃあこれで切り刃旋盤仕上げ終わったので、最後小刃付けと裏押しを1万番でやっていきたいと思います。はい、じゃあ最後の砥石はこちらの1万番で仕上げていきます。はい、それではこれで1万番の刃付けも終わりました。で裏押しもしっかりできてこんな感じになります。はい、これで研ぎが終わったので、あとは全体的に軽く磨いてバリ取りして終わりたいと思います。はい、ということで液体研磨剤で軽く磨いてバリ取りまでしてきました。それでは最終的な見た目見ていただこうと思います。こんな感じになりました。いかがでしょうか。これサイズ表記的にはちょうど7寸ぐらいのサイズにちゃんと収まってますね。で刃渡りは195ぐらいかなってとこになってます。ちょっと可愛い切り付け包丁って感じになりましたね。いやこれはめちゃくちゃ使いやすいですね。僕もちょうどこんな感じで白2の釜薄刃をリメイクしてこの切り付け包丁にしたやつ使ってるんですけど、めちゃくちゃやっぱ使いやすいです。で切り付け包丁ってうちの新田シリーズとかの、万能片刃牛刀とかにかなり似たような性能になっているので、本当にいろんな作業ができて、かなり使いやすい包丁ですね。でこれ最後表面磨いてきたので、この切り刃の旋盤仕上げのちょっとザラッとした部分も少し切れ味が上がっています。でこの先回しの部分もしっかりしたので見た目もかなり良くなっています。でこっちの切った部分も砥石当てて消しゴムで磨いたので綺麗じゃないですかね。はい、で裏なんですけど、裏はこの刃線を修正した時に、全部裏押し消えちゃったので一回裏押し作り直しています。で最後1万番まで当てて、裏押しもしっかり作っているっていう状況ですね。でこちらの包丁もともと歪みとかも全然なくめちゃくちゃ綺麗だったので、裏も全然当てなくてよかったですし、裏押ししてもかなり綺麗に、こんな感じでムラなく当たってるかなと思います。ということでこんな感じでリメイクできたんですけど、切れ味がどんな感じになったか気になるかなと思いますので、最後こちらのコピー用紙で試し切りしていきたいと思います。じゃあいきます。はい、いかがでしょうか。めちゃくちゃ切れますね。こちら銀酸になるんですけど、やっぱりしっかりと研いであげることによって、かなり切れ味が良くなっています。はい、片刃でもこんな S 字で切ることもできますね。でしっかりと刃の先端の方まで刃がついている感じになってますね。はい。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は銀さんの釜薄刃の7寸を切り付け包丁の7寸にリメイクする動画になったんですけど、少しでも楽しんでいただけると嬉しいです。でリメイクはありがたいことに結構ご依頼いただいてるんですけど、久々に動画にしたので、僕もめちゃくちゃ楽しかったです。でこんな感じでリメイクとかのご依頼も受け付けておりますので、例えば刺身包丁をペティにリメイクしたいとか、もう使わなくなってしまった包丁や、ちょっと使い勝手悪いなって思ってる包丁がありましたら、一度ご
ご相談していただけるととても嬉しいです。で、リメイクの受付は概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味ある方はそちらをチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。